山めさのです。本日は50万トン戦艦からお送りしております。50万トン戦艦の名前の由来は、船の大きさを示す基準排水量に基づいたもの。その全長は609メートル、全幅は91メートルに達します。世界最大の戦艦ヤマトの排水量は6万4000トンですが、ヤマトがまるで駆逐艦のように見えてきますよね。そして50万トン戦艦は完全な創作物だと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、実は実在した案に基づいてこのバーチャル空間に再現したものなのです。前方に野生のオルデンドルフ艦隊を発見。旧式戦艦を無理やり改装しようって全て海の木図にしてみせましょう。まんじゅうたちよ、砲撃戦用意。敵弾資金総員衝撃に備えろ。図体が大きいから当たりますね。これはおまんじゅうたち、焦げてないで早く火を消すんだ。じゃねえよ。50万トン戦艦の走行はまあ何度か耐えられるでしょう。よし、主砲41産地砲発射準備。驚くべきことに50万トン戦艦には41産地砲100門を搭載。全主力艦の砲撃力を一隻の巨大戦艦で担うために考案された数なのです。撃ち方始めて50万トン戦艦の主砲は両舷に配置されているものも多いため、やや効率的ではありませんが、それでも一斉射で64発の砲弾を敵艦隊に降らせることができます。しかもこの41産地砲の砲撃は残酷なほどに正確なものでした。よし、ウエストバージニアに砲弾が命中。敵戦艦の火災も確認。その理由は全幅にありました。50万トン戦艦の全幅はバルジなしで91メートル。この大きさならば太平洋の波の影響を打ち消して船の動揺もほとんどないため、陸上砲台並みの精度で砲撃することが可能なのです。敵艦隊は副重鎮を取っていますね。ここは一気に敵陣に突っ込むとするか。50万トン戦艦機関出力最大、全速前進。50万トン戦艦はその巨体の印象に反して圧倒的な速力を発揮可能でした。その最高速力は驚きの42ノット。帝国海軍が誇る快速駆逐艦の島風の最高速力は40ノットに対して、それを上回る圧倒的な速力を誇っていたのです。多分カゲロウ型駆逐艦もやすやすと抜いていきますね。おまんじゅうたち、そこ危ない。メサミバスコだメサ。その他からメサ子たち。後で救助しておきます。駆逐艦一隻勝破。くそ、野生のオルデンドルフ艦隊め。よし、全主砲敵戦艦にありったけの砲弾を叩きつけろ。撃てー。敵戦艦正面至近。このまま体当たりだ。50万トンラムアタック。敵戦艦猛沈。我敵戦艦12隻敵空母3隻を撃沈せり。野生のオルデンドルフ艦隊を撃滅。疲れましたね。もし50万トン戦艦と枝島平八が日本にいれば、大東亜戦争は合衆国の敗北で終わっていただろうな。ということで本日はこの超巨大戦艦の50万トン戦艦の全貌の全てに迫ってまいりますが、まずは50万トン戦艦の建造計画の発案者金田秀太郎中佐の実像に迫りながら、謎に包まれたメカニズムに注目してまいりましょう。ここでは50万トン戦艦の発案者金田秀太郎中佐について解説いたします。金田秀太郎中佐は明治6年1873年1月28日に生まれ、1895年12月に海軍少尉に任官し、砲術の専門家として鍛錬を重ねていきます。金田中佐は造船の専門家ではないものの、後に海軍大学校教官、さらに管制本部第一部長、呉海軍工廠長といった軍艦建造に関わる部署に長く勤務するなど、軍艦の設計への知識も有する人物でした。50万トン戦艦は
金田中佐の中佐時代明治末期に実際に考案された案になりますが、あくまでも次世代の戦艦はこうあるべきではないかという戦艦の未来図を示しただけであり、建造計画そのものが存在していたわけではありません。しかし金田中佐は当時の日本の軍艦建造に影響を与えた人物でもありました。例えば88艦隊計画の一番艦である長門の艦橋は3本の柱によって構成される計画でしたが、強度の不足が指摘されてしまいます。そこで金田中佐は1本の支柱の周りに6本の支柱をつける7脚式というべきアイディアを提唱して、これは長門の艦橋に採用されることになります。この7脚式のアイディアは88艦隊の戦艦すべてに採用されることになったのです。88艦隊計画の設計を手掛けた平賀中将は、カナダという人はよく突飛なことを言い出す。これは空想的なこともよくあるが、時には大いに参考になる意見もある。彼とはいつも激しい議論をした喧嘩友達だったと回想しています。金田中佐の最終階級は中将で53歳という若さで亡くなってしまいますが、以上のように日本の造船にも影響を与えた人物でした。50万トン戦艦のメカニズムについては全て私が独自に分析した結果になりますので、さして語る意味はありませんが、実際には魚雷発射管200機搭載も考案されていたようです。機関出力は不明ですが、理論的にはタービン30機で50万馬力、ディーゼル20機で40万馬力を発揮して理想的な喫水の深さを用意すれば、機関出力合計90万馬力で理論的には42ノットを発揮可能です。多分乗員の数は1万名から2万5000名といったところでしょうか。今回はおまんじゅうたちで代用しています。ブーじゃねえよ。そして50万トン戦艦の50万という数値は全くの根拠のない空想から出たものではありませんでした。主砲100門は一つの船で全ての戦艦を代替することで、むしろコストを抑えられることができるのではないかという考えに基づいたもの。そして全幅が91メートルという数字も船の動揺を抑えられる砲術の理想に基づいた数字でした。このように単純にただの巨大戦艦を作るという案ではなくて、戦艦としての理想を追い求めた結果が50万トンという数字だったのです。しかしここで大きな問題にぶち当たります。果たしてこのような空前絶後の巨大戦艦を建造することは本当に可能だったのでしょうか。その建造の可能性に迫ってまいります。こんにちは。バーチアル帝国海軍のセマスです。助手のメサノアイです。中佐、ここまでいろいろ検証してきましたが、正直なところこの巨大戦艦を建造することは可能でしょうか。まずはっきり申し上げておく。無理だ。やっぱり50万トン戦艦は明治末頃に考案された戦艦だが、明治末の日本はようやく自国内で土級戦艦が建造できるという水準だった。その後日本の造船技術は急激な成長を果たすが、やはりどう考えても困難ですな。というのが結論ではあるが、何事も可能性をゼロと決めつけるのは味気がない。そこで意外な可能性を詰めていこうと思う。可能性があるのですか。まあ要素のようなものは存在していますが、それではまずはこの2隻の戦艦を見ていただきたい。この2隻の戦艦で何か違いに気づくことはないだろうか。下の戦艦は大砲が両舷にたくさん搭載されていますね。上の戦艦は一車線に主砲を配置していて、とてもスマートな印象ですね。下の戦艦は我が国で初めて建造された戦艦の薩摩だ。上の戦艦はイギリスのドレッドノートですが、ドレッドノートに比べると薩摩はゴテゴテとしていて古めかしい印象がありますね。薩摩の両舷の砲は厳密に言えば中間砲というもので、主砲とは威力も射程距離も異なっている。それに対してドレッドノートは主砲の大きさを統一し、船の中心線上に主砲を配置したことで統制した射撃を可能としたのです。実は薩摩の方がドレッドノートよりも遅く竣工したのだが、竣工した時にはすでに旧式艦という浮き目にあってしまった。薩摩の方が10年くらい先に完成したものに見えました。それではこの船は見たことがあるだろうか。見たことはありませんが、薩摩に比べると主砲を中心線上に配置していますし、
ドレッドノートに対抗して日本で計画された戦艦みたいな感じでしょうか。ふふふ、実はこの戦艦はドレッドノートより先んじて当時の我が海軍で計画された戦艦だ。ということは、ドレッドノート竣工以前に日本では土級戦艦が建造される可能性があったということでしょうか。そういうことですが、これはあくまでも薩摩型戦艦の原型であり、傭兵側の反対が根強く、実際は採用されなかった。しかし、もしこの案で建造されていれば中心線上の主砲を配置するというドレッドノートのコンセプトを先取りする可能性があったのだ。設計思想から言えば、我が国の海軍はすでに高い水準にあった。その一つの根拠ではないだろうか。しかし中佐、日本は明治になり産業革命には成功しましたが、西洋に比べると大きく遅れて行われました。やはり当時の日本では不可能だと思うのですが。その答えに間違いはないが、視点を変えていこう。産業革命で大きく遅れを取った日本だからこそのチャンスもあるのではないか。それは一体。まずはこれを見ていただきたい。これは何かの工場でしょうか。これは紡績工場ですが、明治から昭和初期にかけて日本の有力な産業といえば紡績業がとても重要な位置にあった。例えばイギリスは世界に先んじて産業革命を果たし、紡績業の機械化にも成功したことで莫大な富を生み出していたのだ。しかしそれら成功体験から設備の更新はままならず、20世紀に入ると工場や機材は老朽化が進んでしまう。それに対して日本は産業革命が遅れた分、新式の設備を導入することができたのです。当時の日本は大規模な資本の投入と安価な労働力を集中させ、イギリスに比べると大規模な工場で効率的に生産することが可能となっていき、その結果、なんと昭和7年頃にはイギリスの輸出量にほぼ追いつき、以降は追い越すことになったのだ。なるほど。産業が未熟だった時代が長かった分、先進国に見習いながら効率的に発展することができたのですね。しかしそれが造船とどのような関係があるのでしょうか。ふむ。話を戻して、たとえそれが造船であっても同じことだったのだ。イギリスには当時たくさんのドックが存在し、他の追随を許さぬ大艦隊の整備を可能としていた。しかしドレッドノートが竣工して以降、戦艦の急激な巨大化が進行してしまった。この急激の戦艦の巨大化により、既存の港湾施設では大型戦艦を建造することがままならなくなってきた。皮肉なことに、ドレッドノートの出現が数多くの旧式戦艦を保有し、その旧式戦艦を整備するドックを保有していたイギリス海軍を苦しめる結果になってしまったのだ。それに対して日本は大きなドックを建造する余地があったため、薩摩はベースとなったイギリスの戦艦よりも大きく、排水量だけなら世界最大の戦艦として進水することができたのです。イギリスに比べて数が揃えられない分、一つの戦艦を大型化して対抗しようとしたのですね。そして戦艦不装もまだ日本の工業力の未熟さを露呈していたものの、大きさだけならば世界最大の戦艦だった。無論戦艦大和では世界水準に部分的には勝るまで進歩を遂げたのだ。それをもってしても日本は確かに工業的な水準ではまだ遅れていたことは確かだし、これらは戦艦は古艦優秀主義によるものでもあるので、いたずらに賛美するわけではない。しかしイギリスやフランスといった伝統的な大国に比べて、むしろ日本国でこそ50万トン戦艦のような巨艦を誕生させる土壌はあったのではないかとも考えられる。これは50万トン戦艦の建造も不可能ではありませんよ。まあ、あくまでもこれは可能性はゼロとは言えないのではないかという考えを無理やり言語化してみたというだけですが。やっぱり建造は困難なのですね。しかしドックを使わないという選択肢もあるにはある。ドックを使わない？ああ、厳密に言えば陸上にあるドックは使わないということだが、こいつを見てほしい。これは一体何ですか？これは浮きドックというものだ。艦ドックに比べ敷地を要せず移動可能という長所がある。例えばこの浮きドックで船体をブロック状に建造していく。最後にこれをつなぎ合わせれば理論的には建造可能だ。そんなことが可能なのですか？戦艦大和は実際にブロック工法で建造されたものだ。でもそんな移動可能な超巨大浮きドックを建造するという時点でかなり無理なような。溶接技術などの成熟が必要だが、この手法をうまく使えば軍縮条約の網もくぐれるかもしれん。
戦艦ではなく要塞として建造し、最後に何かしらの推進力を設ければ、あるいはそして42ノットは夢物語にしても稼働可能な移動要塞を作ることはできるだろう。艦名は不沈要塞ハリマ中佐、何か架空戦機になっていますよ。ああ、すまない。少し話を見失ってしまったようだな。やはりと言ったらいいか、当たり前と言ったらいいか、50万トン戦艦の建造は、さすがに難しそうですね。ちなみに日本船籍史上最大の船は、石油タンカーの日清丸。日清丸は1975年に竣工して、高度経済成長期後の安定成長期において、日本経済を支える役割を果たすことになりますが、その日清丸でも排水量は24万トンという大きさで、50万トンという数字には及びませんでした。それだけ50万トンという数字は、途方もない大きさなのです。ということで、とりあえず今回は50万トン戦艦がもし建造可能だとして、いくらの建造費がかかるのか、さらなるイフに迫ってまいりましょう。国が傾きそうですね。中佐、50万トン戦艦がもし仮に建造できたとして、いくらくらいのお金がかかったのでしょうか。想像するだけで怖いです。それはなかなか難しい質問だな。まず50万トンという巨艦はすでに戦艦と呼べるべき代物かどうかもわからないし、そもそも作ること自体がほぼ不可能だ。だが、あえて試算するとしたら、艦種別建造費で導き出せるかもしれませんな。艦種別建造費。例えば船の排水量1トンあたりの費用を羅列するならばだが、戦艦が2112円、空母が2797円、駆逐艦が3542円、潜水艦が5200円になる。戦艦が一番安いのですね。そしてこの数字を大和の基準排水量に当てはめると、大和の建造費は1億3300万円となる。実際にかかった大和の建造費はおよそ1億3500万円だから、この単価はかなり正確なものと言えますな。そしてだが、50万トン戦艦に当てはめると10億5600万円という数字を導き出すことができる。私は令和にできた AI なので、昭和の初め頃の紙幣価値だとあまりピンときませんね。それもそうだな。令和と昭和初期の物価の差はおよそ2000倍だ。2000倍、なんかあんまりピンときませんね。例えば昭和の初めだとラーメンは1杯10銭だから、令和の価値にすれば200円。サラリーマンが目安としていた月収は100円で、令和の価値にすると20万円ほどになりますな。なんとなく分かった気がします。しかし昭和戦前期になると満州事変や高橋財政の影響によりかなりの円安になったため、大和の建造が計画された時期と令和との物価差はおおむね2500倍くらいが妥当ですが、そう考えると大和の建造費はおよそ3375億円となり、50万トン戦艦の建造費はおよそ2兆1120億円になりますな。2兆円、意外と作れそうな気もしますが。1937年、当時の議会の予算を調べましたが、外地を含まない日本の GNP が234億円。そのうち予算規模が32億9300万ですので、50万トン戦艦が10億円だとすると、50万トン戦艦で日本経済が傾いてしまいますよ。さすがに50万トン戦艦の建造は無理か。しかも当時の予算に対する軍事費の割合は 69.5%、GNP の 14.1% を使っているからな。昭和初期の我が国の平時の軍事費の比率はおよそ 3.2% だから、これは相当無理をしているのがわかる。だがあえてよ、50万トン戦艦は一隻建造して他の戦艦は作らないというのがあくまでもコンセプトであるため、むしろ安く済むという可能性を考えてはどうだろうか。中佐、何を言い出すのですか。50万トン戦艦を建造するだけならば、それだけで強烈な抑止力となる。初手アメリカで IC を貯めれば十分可能ではないか。史実では50万トン戦艦を作れなかったが、バーチャル世界ならもう一隻作ってもいいかもしれんな。中佐、気を確かに。陸軍としては海軍の提案に反対である。これはバーチャル陸軍さんではありませんか。海軍のバカどもめ、またこんな無駄なものを作りよって。戦海大和でも造船選挙の整備に合計で1億、関門海峡の浚渫工事にも同様に莫大な血税を使ったことを忘れたのかね。それならば
2個師団を増設した方がはるかに有意義だろ50万トン戦艦は無駄ではない。対米7割の艦隊戦力を保持できないとなれば、50万トン戦艦の存在こそ我が国の国防にとって重要なう。のだ。却下だ。陸軍としては帝国の国防力増進のため旧7式中戦車1万両の増産を提案する。大蔵省としては両方に反対である。なんだと。さて、いかがでしたでしょうか。50万トン戦艦の建造は難しい上に、この巨艦を整備するための施設の建造、超大規模な浚渫工事が必要だったことも考えると、戦艦を複数保有した方がはるかに戦力としては有用そうに見えてきますね。しかし、その後の戦艦の歴史が主砲の命中率の低さや射程距離の短さからその運用が空母に比べても制限された歴史を考えると、広大な太平洋で戦艦が活躍するには50万トン戦艦のような飛び抜けた性能でなければならない。もしかしたら金田中佐は戦艦の兵器としての限界が来る未来を非現実的な50万トン戦艦という突飛な案によって暗示していたのかもしれません。多分。はい。そしてこちらの50万トン戦艦は、3D プリンターで建造いたしまして2年が経過したんですけども、現在はこんな感じになっています。はい。で、今のが50万トン戦艦の状態なんですけども、こんな感じのですね、大変まずい状態になってますね。これ、ここ完全にこれ穴がね、ここ、完全に移動できんこれ。移動できません。やばい。はい。ちょっとね、若干折れてしまっています。はい。700分の1でもこのありさまです。50万トン戦艦の 3D プリンターの動画は現在公開停止中なんですけども、ちょっとシリーズものになっておりまして、大変見づらかったので、また編集して数日後にアップロードする予定ですので、お待ちください。ということで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございましたら、チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよなら。バイバーイ。50万。50万。50万。